こんばんは、OK ジャパニーズです。日本語をゆっくり、でもゆっくりすぎない、そんな速さで話しています。初級からもうすぐで中級、そういう人から上級の人、もう結構ペラペラ話せる、そんな人までにおすすめのポッドキャストです。はい。ですね、今日はライブ配信についてお話ししますね。実は今ライブをしたんです。インスタグラムでライブをしました。ライブ配信をしたんです。楽しかったですね。楽しかったです。初めてのことでした。初めてやりました。僕はインスタグラムもうすぐ1年です。で初めてだったんですね。はい。いろいろな人が見てくれました。ね、たくさん見てくれました。ね、ありがとうございます。YouTube、ね、このポッドキャストは YouTube にも載っています。YouTube でも配信をします。ライブ配信をします。今度、ライブをしようと思っています。なぜなら、1万人、ね、登録者が1万人、1、10、100、1000万、ね、1万人いったからです。とても嬉しいです。ありがとうございます。本当に嬉しいです。うん。あのやっぱりね、数は関係ない。そう思いたい。ね、数は関係ないと思いたい。だけど、嬉しい気持ちはありますね。嬉しいなとは思います。うん。でも、あまり変わらずに、あの変えないで、みんなの勉強、ね、日本語の勉強に便利なものを作っていきたい。そう思います。うん。なぜなら、僕もいろんな言葉を勉強している。スペイン語を勉強しています。ね。だからたくさん見てます。YouTube たくさん見てます。すごくいいなっていう思うチャンネルがいっぱいあるので、それの同じことをしたい。いいと思うことを日本語でしたい。ね。そう思っているんですね。ライブ配信。これね、やったことありますか？皆さんはライブ配信をしたことがありますか？ライブ配信をしたことがありませんか？ライブ配信をしますか？する人は少ないかもしれません。うん。僕は緊張します。僕はライブは緊張します。うん。人の前で話す。ね。人の前で話すことは緊張しますね。例えばあなたも学校で人の前で話す。スピーチをすることがありますね。仕事でプレゼンテーションをする。仕事でのプレゼンテーションありますね。緊張する人が多いと思いますね。緊張する人がほとんどですよね。もし緊張しないなら、緊張しない人教えてください。どうやって緊張しない？なんで緊張しない？教えてくださいね。はい。僕は昔、バンドをしていました。その時も、ライブしていました。ね、演奏のライブはしていました。その時も緊張しました。ね、ほとんど緊張します。ね、それはなぜか。うまくやりたいから。ね、失敗しないようにしたい。失敗したらダメ。そういうふうに思うから緊張するんですね。だから
たくさん練習をする。たくさん練習をして、もう大丈夫。寝ていても大丈夫。寝ていてもプレゼンテーションができる。寝ていてもプレゼンできる。それぐらい練習する。そうしたら、あなたは緊張しませんね。うん。それで、バンドの時は音楽だけじゃないライブもあったんです。それはラジオです。ラジオにも出ていたんですね。うん。僕はラジオが好きだから嬉しかったですね。ラジオに出る。嬉しい。うん。うん。まあ時々は大変でした。でも基本的には好きです。基本的には好き。はい。でも一つ、のラジオはもう本当に怖かったです。怖いラジオがありました。怖いね。怖い話ではないです。幽霊の話じゃない。ゴーストの話ではないです。それはコメディの番組です。お笑い、笑うためのラジオ番組。それが怖かったです。日本は、そういう番組にバンドが出ることが多いです。そういう番組にミュージシャンが出ます。ね。いつもはその番組はコメディアンが出ている。だけどゲストが出る。音楽の人、俳優、アクターの人、いろんな人が出ます。だからミュージシャンもそういう番組は出るんですね。それで僕たちの出ていた番組は夜、深夜です。深夜3時だったっけ ?1 時だったっけ ?1 時からですかね。夜の1時から3時までだったと思います。その時間に面白いことを言う番組。どうですか皆さん。あなたは仕事で面白いことを言わなければいけない。でも、あなたはコメディアンじゃない。怖いですよね。恐怖しかありません。恐怖だけあります。ね。もちろん音楽も流します。ね。だけど、基本的には、コメディアンが多い。ね。ミュージシャンも面白い、ことをしなければならない。そういう雰囲気の番組です。インスタライブとか YouTube のライブは僕は一人です。カメラがいてね、あなたがカメラの向こう側にいるね。なのでそこまで緊張しないね。そんなに緊張しないですね。だけどラジオは人がたくさんいるんですよ。まずラジオの会社に行きますね。そしてエレベーターに上がる。エレベーター上がる。そしたらおはようございます。おはようございます。おはようございますって言います。ですね、音楽とかテレビねとか、ではですね、挨拶がおはようございます。朝でも昼でも夜でも深夜1時でもおはようございます。そう言うんですね。なのでおはようございますと言って入っていく。そしたらラジオの部屋があるんです。ラジオブース。たくさんのマイクが置いてあって、こういうヘッドホンが置いてある。ねえ。そして人がたくさんいるんです。音を調整する人、音をミキシングする人、そしてディレクター、ディレクションする人、そして作家、放送作家、ですね。放送作家って何ですかね。放送作家はまあ
作家は話を書く人ですね。放送の作家だから、その人がラジオの、本を書いている。つまりどういうふうにラジオを進めるか、それを書いているその人もいます。そしてラジオ番組は時間が厳しい。非常に厳しい。時間が厳しいんです。生放送と言います。ライブ。生はね、生ってね、生で野菜を食べる。生野菜を食べる。ね、焼いた野菜。生の野菜。ね、生。生きている。生放送。だから今撮りながらすぐ流れている。ね。だからもう時間に厳しいですね。もちろん皆さん当たり前ですね。もし生放送中放送していて、間10秒喋らない。誰も10秒喋らない。音楽も鳴っていない。そしたらダメです。それは事故。放送の事故。放送事故と言います。ね。10秒誰も話さないと。だから話し続けなければいけないんです。ずっと話さなければいけない。なんとなく面白いことをずっと話し続ける。面白いことを話し続けてくださいね。そういう仕事です。あなたの仕事はそうです。それでも僕はコメディアンじゃない。怖いですね。プレッシャーがすごいですね。恐ろしい。うん。そういう意味で怖いと言います。はい。僕たちもいろんなことをしました。ね。ディレクターの人が面白いことを僕たちにさせてくれますね。例えば、臭いものを嗅ぐ。ね。臭いものの匂いを嗅ぐ。人の靴下。人の脱いだ靴下を鼻に近づけて、鼻で匂いを嗅ぐ。そしたら、臭い臭いと言いますね。それがリアクションですね。反応。お笑いの世界、コメディアンの中では反応をリアクションと言います。英語を使ってリアクション、ね、リアクションをする、リアクションを取るなんて言いますね。だからそういうことをしたりね、時には踊ってみたり歌ってみたり、いろんなことをして、ラジオの放送をしました。だからですね、聞くのは大好き。ね、お笑い、コメディアンのラジオ聞くのは好き。でも出るのはもう体が震えますね。ブル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 ねえ、体が震えます。はい、そういう話です。昔はそういうことをしていましたという話ですね。はい。なので今はその時と比べたらすごく自由ですね。もう面白くなくていいんですからね。面白くなくてもいいね。なぜならこれは日本語の勉強の番組だからね。でも忘れないでくださいね。僕は自分なりに自分のできる範囲で面白いことをしようとしています。面白くなりたいと思っています。いつも人を笑わせたい、そういうふうに思っているんですね。なのでもし面白いと思ったらいいね押してくださいね。もし面白くない、そう思った時もいいねぜひ押してくださいね。急に何を言ってるんですかこの人は。そう思った人はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日は、ラジオの放送、生放送、ライブについて、お話ししました。ね、皆さんもね、仕事とか勉強、家で
自分の得意じゃないこと。自分が得意じゃないけど、しなければいけない。やらなければいけない。料理好きじゃない。でも料理をしなきゃいけない。ありますよね。そういうお話でした。はい。それではまた次回お話ししましょう。さよなら。